皆さんこんにちは。のんのルームののんです。今日は31のアイスを31個買ってきました。なんで31個アイスを買ってきたかというと、今月9月で私が31歳の誕生日を迎えるので、31歳って一生に一度しかないので、記念に31のアイスを31個食べるぞという気持ちで買ってきた次第でございます。で、せっかくならば31個の31のアイスを食べながら31個のフォロワーさんからの質問に答えるっていう企画もやりたいなと思って動画を回しています。こんなにたくさんのアイスを目の前にするのが初めてなので、ちょっと胸が高まっております。持って帰ってくるのがね、結構大変だったんですけど、食べるのがすごい楽しみです。はい。じゃあそしたらちょっとアイスが溶け始めているので、食べるものだけ残して、あとはちょっとしまって食べる時に出してっていうやり方でやっていきたいと思います。はい、準備ができたので、ここからアイスを食べながら質問に答えていくというコーナーを始めたいと思います。はい。今回インスタの質問箱で31個の質問を募集したんですけど、31個よりも多くの質問をいただいたので、みんなからもらった質問を全部スクショしてチャット GPT に読んでもらって、いただいた質問をほぼほぼ網羅できるような質問を31個ちょっと組み替えて考えてくださいっていうふうにお願いをして作ってもらった質問リストがあるので、もらった質問そのままではないかもしれないんですけど、いただいた質問にはほぼ回答できるようになってるかなと思ってるので、最後まで楽しんでいただけたらなと思います。はい、じゃあ最初にまず3種類のアイスの紹介をしたいと思います。で、これが今期間限定のベースボールナッツと31スーパーチョコミントとほうじ茶ブリュレですあんまりうまく言えなかった。じゃあベースボールナッツを食べながらまず1個目の質問に答えていこうと思います。31歳になった感想は？31歳になった感想。美味しい。なんかマイクつけない方がいい気がする。私の咀嚼音が入るのでマイクは切ろうと思います。私の汚い咀嚼音が入ってしまうと思ったので、ちょっとマイクは取ってカメラにちょっと大きい声で話していきたいと思います。なんかナッツがしっとりしてます、このアイス。食べながら話すの難しい。31歳になった感想。31歳になった感想は、なんか30歳になった時の衝撃が大きすぎて、あんまりなんもないっていうのが感想かもしれないです。つまんない答えになっちゃったな。でもなんか30歳になる時って、なんかラスト20代楽しもうとか、ついにアラサー30になっちゃったなみたいな、ちょっとショックだなみたいな思いがあったんですけど、31歳ってなるとなんか30歳よりもなんか若い感じがして、なんかまだまだこれから何でもやれるなみたいな思いになるので、結構前向きかもしれない。何事も終わりより始まりの方がなんか明るい気持ちになれるかなって思ったので、結構前向きな気持ちでおりますし、何も変わらないなっていう感じがします。31歳。はい。アイスは美味しいです。じゃあ次のアイスに行きます。31スーパーチョコミント。いただきます。チョコがめっちゃゴロゴロしてます。冷たくて喋れない。おいしい。2つ目の質問です。
人生で今が一番楽しいですか？今が一番楽しいです。これは間違いないと思う。なんか生きてればこう波があるのはもちろんだと思うし、私が今の会社に入社する時、新卒で入社したんですけど、ライフラインシートっていう人生の浮き沈みを波で表すっていうワークをやったんですね。でそれをやった時、部活でこういうことがあって下がって、でも大学入ったら楽しくて上がって、自分のフラットの状態から見ても波ってすごい下がって上がって下がって上がって、その時も今が確かベストだったと思うんですけど、っていうような表を書いたんですよ。なんですけど、今もう一回書いてみてって言われたら、多分その中学校とか高校とか大学の出来事って本当小さい波にしか多分なってなくて、そうやって人間こう更新されていくんだろうなみたいな。だから過去が、どんなに辛かったりとか楽しいことがあっても、今の出来事の方が大きいから、そうやって今に向かって上がったり下がったりの波を繰り返しながら高い波になっていくんだなみたいなのを最近感じています。私は自分が今一番幸せでいれる最善の選択をしてると思ってるので、人生で一番今が楽しいですかっていう質問には、もちろんそうですって即答できるかなと思ってます。次の質問に行きます。アイスはほうじ茶ブリュレ。美味しい。めっちゃ溶けちゃった。黒蜜みたいなのが入っててすごい美味しいです。3つ目の質問。30歳の節目に自分へのご褒美は買いましたか？買いました。ちょっと待っててください。戻りました。この指輪を買いました。ブラックダイヤの指輪です。結構高かったです。なんでこの指輪に行き着いたかというと、30歳のその節目って結構大きな節目だと思ったので、自分へ何か誕生日プレゼントを買いたいなとは思ってたんですね。ハイブラのカバンとかも選択肢の中とかにもあるかなって思ったんですけど、私あんまりブランド物って詳しくないし、そんなに関心事の一つには入ってないので、なんか唯一無二のものが欲しいなみたいな感じで思ってて、でそうやっていろいろ調べてたら、ナチュラルダイヤモンドっていうものがあるっていうことに行き着いて、でナチュラルダイヤモンドっていうのが、普通のダイヤってもう白い綺麗なものだと思うんですけど、加工されてない色のダイヤのことが、ナチュラルダイヤって言われるらしくて、ちょっと合ってるかわかんないんですけど、だと私は認識してて、それってなんかそのままの自分を大事にするみたいな意味合いでもすごいいいなって思って、ナチュラルダイヤを取り扱ってるジュエリー屋さんを調べたら、リリー&コーさんっていうお店にたどり着いたんですね。でそこにタタタタタって見に行って見せてもらったら、一目惚れというか、このブラックダイヤの強さみたいなものにすごく惹かれて、でちょうど私が30になるちょうど1ヶ月前ぐらいに離婚をしたんですよ。で別にその離婚っていうのは私の選択であって、何も後悔はしてない選択ではあるんですけど、これから一人でまた生きていくってなった時に、何か自分を強くしてくれるものが欲しいなと思って、ブラックダイヤの意味とかも相まって、こう自分を強くしてくれるお守りみたいなジュエリーだなと思って買いました。はい。っていう動画を前にインスタに上げたんですよ。そしたら
実際に私の投稿を見てお店に指輪を買いに行ってくださったフォロワーさんもいたっていうことをオーナーさんから聞いて、こうやってご縁がつながっていくのって嬉しいなって思いました。なので気になってる方はぜひ見に行ってみてほしいです。すごく、可愛い指輪がたくさんあります。溶けちゃうので1個ずつ出してくることにしました。最初からそうすればよかった。このアイスはピーチメルバです。いただきます。桃だ。なんかすももみたいな味もします。じゃあ4つ目の質問いきます。貯金ってどんな風にしてますか？それ聞いちゃいますか？何でも答えますよって言ったんで聞いてくれてありがとうございます。貯金はですね、私計画性が割とあるようでない人間なので、なんか毎月いくら貯金するぞみたいなのはちょっと多分向いてなくって、毎月使って余った分を貯金してるっていう感じなんですよ。それだとなかなか使いすぎちゃったりとかもするので、口座を分けてます。で、NISA もやってますし、iDeCo もやってますし、でそれである程度貯金というか貯蓄というかはしてる感じです。でその他は会社で稼いでる本業のお給料とインスタでの PR とかのお仕事でいただけるお金も少しあって、あと YouTube もですね、皆さんが見てくださってるのでちょっとだけこう収益が入ってくることがあるんですけど、そういったお金をここは手をつけないゾーンみたいなのがあって、その口座は手をつけないようにするっていう感じで、あればある分だけ使っちゃうし、管理をすることがそんなに得意ではないので、触れない貯金口座を作るみたいな感じで、兄さんもそんな感じですし、で貯金をしております。はい。昔はお金がなくて泣いてた時もあったりして、お金がないことに対する不安みたいなのがすごくて、当時ボーナスがなかったりとか、会社のボーナスがなかったりとかして、母親にそういえばなんかボーナスはいつ出んのみたいに聞かれて、ボーナス出ないよみたいな、泣くみたいなことがあった時代もあって、根っこは貯金がすごい苦手なタイプかなと思います。なのでもう仕組み化で強制的に貯金するみたいな感じですかね。次のアイスがじゃん、ティーオレです。いただきます。冷たい。美味しいです。紅茶家電のアイスって感じ。例えが下手くそ。5個目の質問です。最近つい散財しちゃったものはあります。つい最近散財しちゃったものは、この前学生時代のバイトの社員さんとバイトの先輩と4人で那須旅行に行ったんですね。で那須旅行に行った時に、グッドニュースっていうバターの中身、バターのいとこっていうお菓子が売ってる会社の商業施設みたいなところに行って、でそこに入ってたこちらのショップ、こちらのお店が入っていたので行ったんですね。でそこで、木のコースターとか靴下とかすっごい可愛いのがあって、それはもう即買いだわみたいな感じで貯金できない女がちょっと手に取ってたんですけど、なんかその木がいっぱいあって、これも私が買った木なんですけど、
木の椅子にもなりそうな、物を置けそうなちょっとした木の塊がこうボンって置いてあっていっぱいで、あ、これめっちゃ可愛いな、最高な形してるなと思って、あ、もう買うか買わないかの悩みじゃなくて、どれにしようかなっていう個体差があったので、個体差があるからどれにしようかなってもうなんかすぐ悩み始めちゃったっていうのが最近散在したエピソードかなと思います。で、それが15,000円ぐらいで、その店員さんもこのクオリティのもので15,000円っていうのはすごく安い方ですよと言ってて、同じようなものだと東京だと 6万ぐらいで売っててみたいなお話もされてて、あ、これは出会っちゃったんだなっていうふうに思って買いました。で、その木の塊を買うと1本木が植えられるっていう取り組みをやられているそうなんで、私は環境に貢献をしました。そういう意味でも買ってよかったです。はい。で、まだね、届いてないんで、届いたらまたそれも動画にしたいなと思います。はい。ちょっとアイスが全然進んでないから食べます。これがキャンディーアップルです。で、6個目の質問に行きたいと思います。なんか食べたことある味。なんか懐かしい味がします。ディズニーとかで食べたことある味な気がする。懐かしい。美味しい。6個目。これはなんかちょっと定番な質問な感じでありがとうございますなんですけど、もし宝くじで1億円当たったら何に使うっていう質問です。みんなは何に使いますか？私は家を買いたいですね。1億あったら買えますもんね。最近欲しいものがあって、それが家なんですけど、中古マンション買ってリノベしたいなっていう私の最近の夢なんです。なので1億円あったら家を買いたい。で、もし家以外だったら旅行行きたい。どこ行きたいかな。ハワイでずーっとぐうたらしてたいかな。で、それに飽きたら台湾とかフランス、パリとか、ニース行きたい。オフラインラブっていうネットフリの番組見た時に、ニースめっちゃいいな、ご飯超美味しそうと思って行きたい場所にランクインしました。そうだな、旅行します。1億円あったら。次のアイスはポッピングミルティーです。ポッピングシャワーのミルティー版のようです。ちょっと食べてみます。甘い。なんかあんまパチパチしないかも。ちょいパチパチしてます。はい。7個目の質問です。東京での一人暮らしは楽しいですか？地元と違う点はありますか？っていう質問です。私、地元が東京なんですね。なので、地元と違う点はっていうところで言うと、あれなんですけど、そうだな。普通に一人暮らしめっちゃ楽しいです。実家に一人部屋がなくって、ずっと自分の部屋が欲しいって思ってたのもあって、一人暮らしして、自分の空間を自分の好きなように飾って、自分が好きな生活をするっていうことがそもそも楽しいっていうこともあるんですけど、東京も多分いろんな東京があって、私が、住んでるエリアと
地元のエリアの違いで言うと、散歩してて楽しいかどうかみたいな感じかもしれなくて、私今住んでる場所はお散歩してて楽しいなって思える場所なんですよ。なんですけど地元って、そんなに散歩してて楽しいと思わないっていうか、もう住み慣れた街だからっていうのもあるんですけど、なんかそんなに目新しいものもないしっていう多分ところが大きいからか、そんなになんかこう散歩しようっていう気持ちにはならないし、あとは家の近くにちょっと大きい商業施設みたいなのがあって、そこに気軽に遊びに行けるのが、パジャマとかでも遊びに行けるのが最高だから、今住んでる場所はすごい楽しいなっていうふうに思います。次はコットンキャンディーです。不思議な味。表面がめっちゃ溶けてました。8個目の質問です。引っ越しするなら次はどんなごめんなさい、口が回らない。引っ越すなら、ベロが冷えて口が回らないです。引っ越しをするなら次はどんな部屋に住みたいですか？初期から見てくださってる方々は、知ってくださってると思うんですけど、いろんな部屋にいろんなインテリアで住んできたんですよね。最初は真っ白な部屋に茶色とか白とかピンク系のインテリアで、次は同棲してた部屋だったんで、ちょっと雰囲気がガラッと変わってグリーンとなんかちょっと濃い茶色のインテリア、あとは黒って感じ。3つ目はまた一人暮らしになったんで、ナチュラルと黄緑、薄いグリーンのお部屋。4つ目は結婚してた時の部屋なんで、そこはちょっと変わらずナチュラルで、今一人暮らし超ポップみたいな感じになってるんですよね。で、次に、住む家はポップで和室があるっていうのは変えたくないなって思うんですけど、ちょっとコンクリ要素が入ってたりとか、メゾネットタイプで吹き抜けの部屋とかがあるみたいな、なんかそういうのもちょっと憧れがあって悩みますね。なんか和室があってコンクリ風の壁があって吹き抜けの空間があるみたいな部屋があれば、もう即入居したいっていう感じですそんなね、いい物件があるわけはないんですけど、ちょっと寒くなってきたのであったかいお茶を入れてきました。こちらブルーベリーパンナコッタです。いただきます。杏仁豆腐の味がします。次、9個目の質問です。休職のきっかけや期間はどれぐらいでしたか？はい、知らない方のために前提をお話しすると、私去年の1月から6月まで休職をしていました。で、なので、休職の期間は約半年休職してたんですけれども、休職明けてそのまま働いてるっていう感じなんですけど、今まで本当の自分を自分が理解しないまま頑張りすぎてしまって、それが、とあるきっかけで気づくことがあって、それでもうちょっとこのままじゃ頑張れないかもなと自分の心が正直に動いたっていう感じですかね。きっかけで言ったら、友達と話してる時にのんちゃんってどういう仕事がしたいのって聞かれた時に、今やってることって本当に自分が自分らしくいれることなんだろうか、本当にいいのだろうかみたいな考えた
ことがきっかけだったのかな。私はそれを背中を押してもらったなとは思ってて、その休職したことで改めて自分のことを見直すことができて、心が壊れる前に休息を取れたから今普通に働けているかなと思うので、気づくきっかけをくれた友達に感謝だし、そうなった時に休ませてくれた会社にも感謝だし、自分も変に意地張ったりとかせずに休むっていう決断をその時できたっていうのも良かったなって思います。次のアイスもミルキーのコラボのやつで、ミルキーミルティーっていうアイスです。めっちゃミルキーだ。次の質問は10個目ですね。休職中の立ち直り方、気持ちの維持の仕方はどうしてましたか？休職中の立ち直り方に関しては、なんでこういう風になったのかっていうのを見つめ直しました。最初に自分の今置かれてる状況とか嫌なこととか、自分がコンプレックスに思ってることとかを全部紙に書き出して、それとそれ同士の因果関係みたいなのを考えてつなげていって、どういう感情があったから今こうなってて、どういう感情がどうなれば解決できるのかっていうことをまず自分の中で整理をして、自分の中で納得できる状態、人に説明できる状態にしました。で、その後に自分のコンプレックスの元、その状況にさせている大元の原因が何かっていうところを探し出して、それを解消する方法を探しました。で、私の場合は自己肯定感が低いっていうことが大元の根本的な問題だったので、自己肯定感を自分で上げる方法、自己肯定感を今までは人に上げてもらおうと思って頑張ってしまっていたんですけど、自己肯定感は自分で上げられる方が幸せだから、自分で自己肯定感を上げるにはどうしたらいいのかっていうのを頑張って考えて本読んだりとかで、本に書いてあることチャレンジしてみたりとかして、ちょっとずつ立ち直っていったっていうような感じです。気持ちの維持の仕方に関しては、休職して私は休めてよかったなっていう気持ちの方が大きかったので、今半年最大で休める中で好きなことをしようって思って自分のことを考える一方で、普段はできない旅行に行ったりとか、それこそこの家の DIY をしたりとか、そういう時間がないとできないことを積極的にするようにしてました。で、いつか会社に戻ることを考えて、憂鬱にならなかったかって言われたら、100% 憂鬱にならなかったとは言い切れないんですけど、でもそれよりも働いてないことの方がだんだん退屈になってくる時があって、そうなった時に私は働いてる方が好きなんだなって思えたから、それで自分の心に整理がついたかなと思ってます。次のアイスはピカチュウトロピカルソーダです。さっぱり系が来ました。ちょっと嬉しいです。いただきます。ソーダだ。ピカチュウの形のチョコが入ってて可愛いです。11個目の質問です。
これまでの仕事で一番印象に残っている出来事は、めっちゃ難しいですね。なんだろうな。そしたら本業の方とインスタの方でちょっと分けさせてもらおうかなと思います。で、本業の方から行くと、私 1,2 年目の2年間は出張の多い営業マンをしていて、秋とかになると結構出張行って働いてってやってたんですけど、あれはどういうスケジュールだったのかな。私のスケジュールの組み方もあんまりうまくなかったっていうのもあるんですけど、3泊4日の出張で島根に行って、山口に行って、広島に行って、で大阪に行って、富山に行って、東京に戻ってくるみたいなスケジュールがあったんだよな。それが結構本当にハードで大変だったなって思います。あの頃は何でもがむしゃらにやってたから、そのおかげでいい成績を出せて、会社で表彰してもらったこともあったりとかして、全く後悔もしてないし、あの時がむしゃらにやってよかったなってすごい思ってるんですけど、今考えるともう少しうまくスケジュール組めたんじゃないかなとも思うので、今は絶対その無茶なスケジュールは絶対できないなって思います。もう始発の電車に乗って飛行機に乗ったのだけはすごい覚えてて、駅まで行く道が真っ暗で、辛いなって思ってた記憶がすごい今蘇ってきました。で、インスタの方だと、これがお仕事って言えるのかはわからないんですけど、本当に始めたての頃にダイソーのグッズでできるアクセサリー収納の作り方を紹介したことがあったんですよ。ダイソーの200円商品かなんかの引き出し、アクリルの引き出しにフェルトを貼ってアクセサリー収納ができるよみたいなものだったんですけど、それを投稿したら、とあるフォロワーさんから、私自分だとうまくできる気がしないので、のんさん作ってくれませんか、金額はいくらでもお支払いしますっていうような形で連絡をくださって、でそれが私の初めてのお仕事だったと思います。でもう頼まれたからにはもう綺麗に作ろうって思って、めっちゃ綺麗に作ったと思ってるんですけど、丁寧に自分のを作るよりも丁寧に作って送らせていただいたっていう記憶があって、それがもう本当に多分一生忘れないだろうなっていうような思い出になってます。そういった初心は忘れないようにしたいなと思ってます。はい、次は抹茶のアイスです。ここから期間限定じゃないフレーバーになります。いただきます。濃厚だ。今これ12個目のアイスなんですけど、31個を食べるの結構きついきついですね。いや、今までのアイスは全部食べてるものもあるんですけど、さすがにちょっと全部食べてると食べれなくなりそうだなと思っているので、半分食べて半分冷凍庫みたいな感じでなんとかやってます。でも冷凍庫が今すごいパンパンで、入るアイスの量に限りがあるので、それもちょっと焦ってて、なんとかうまくハーフ&ハーフみたいな感じで1個のカップに2種類入れたりとかしてしのいでいます。12個目の質問に行きたいと思います。一番楽しかった職場やアルバイトは？今の職場もすごい楽しくて、私新卒からいるのでもう9年目になるんですけど、
ずっといたいなって思うぐらいには本当に周りの人に恵まれているんですね。なんですけど、学生時代の鉄板焼き屋さんのバイトもすっごい楽しくて、さっき言った那須旅行のメンバー、元アルバイト先の社員さんと、バイトの先輩もその鉄板焼き屋さんのバイトで知り合った方々なんですけど、本当にあんなに楽しいバイト最高だったなって今思うと思ってて、楽しいだけじゃなくて、そのアルバイトも社員さんのレベルに合わせていくっていうような方針があったので、結構厳しい時は厳しくて、時にはバイト行きたくないなって思うこともあったりするぐらいしっかりしてるお店だったんですけど、ふざける時はふざけるし、まかない中とかもすごい楽しくって、そこのバイトで私働いてなかったら今の人生ないんじゃないかなっていうぐらいには、私の人生に大きい影響を与えてくれたバイト先だったなっていうふうに思います。で、そのバイト先のメンバーとも未だに会いますし、飲みにも行ったりするし、なんか辛い時に相談乗ってもらったりして、お互い支え合うような関係性でいたりするので、本当にやってよかったバイトだなって思います。次のアイスはロッキーロードです。やばい、もうアイスが溶けてきた。うまっ。マシュマロが入ってる。美味しい。美味しい。13個目の質問です。最近ハマってる趣味は何ですか？最近は何でしょうね。編み物もやってはいるんですけど、そんなに進められてなくて、 YouTube の編集することとか、最近はスイッチでマリオカートをやることですかね。別に新しいスイッチじゃないんですよ。普通のもともとあるスイッチで最近はマリオカートをやってます。というのも彼氏と夏休みにゲーセンでマリオカートをやったらすごい楽しくって、そんなにマリオカートを通ってきてないんですけど、なんか結構楽しいなと思って、最近はスイッチでもやるようになりました。一人でもやるし、彼氏と対戦したりしてちょっとずつ上手くなってますそれぐらいかな。次はマスクメロンです。いただきます。めっちゃメロンだ。美味しい。アイスってこんな食べるのは辛いんですね。ちょっと辛くなってきました。14個目の質問です。編み物を始めたいけど続かない人へ一言。そうだな。一個何か簡単なものとか、そのバッグとかね、作るのはちょっと時間がかかっちゃって飽きてやめたってなっちゃうかもしれないけど、巾着とかなんかちっちゃいコースターとか、そういう1日 2,3 時間あれば作れるようなものからやると達成感もあって、もっと作りたいって思えるかもしれないので、すぐ飽きちゃうよっていう人は大きいものからじゃなくてちっちゃいものから作るといいかもしれないです。私は飽き性ではあるんですけど、めんどくさがりでもあるので、もう練習の工程とかすっ飛ばしたくてバッグから作りました。はい、ご参考までに。はい。
次はベリーベリーストロベリーです。いただきます。あ、割と凍ってる。バナナも入ってるのかな。美味しいですね。15個目の質問です。棒編みを始める予定はありますか？棒編みってなんかすごい難しそうなイメージで、やってみたいなっていうのはすごい思ってるんですけど、小さい頃に編み物した時もなんかアクリルたわしをかぎ針編みで編んでいくみたいな感じで教えてもらったっていうところから始まってるのもあって、棒編みってなんかちょっと難しいし、自分ができるイメージがなくって、というか何も知らない状態から始めるのが大変だなっていう思いでやったことがないんですよ。なのでちょっとチャレンジしてみたいなっていうのは思うので、来年のウィッシュリストとかに入れようかな。今年は、来年かなみたいな感じで思ってます。でもすごい棒編みやってみたいです。はい。チャレンジいつかしようと思うので、見守っててください。次は私が大好きなジャモカアーモンドファッジです。いただきます。美味しすぎる。多分美味しそうな顔してないですよね。美味しいんですけどね。16個目の質問です。休日に必ずやるルーティンは？休日に必ずやるルーティンはですね、なんだろうな、必ずやることか。毎朝必ずカフェラテは飲んでるかもしれません。でもね、これが休日問わず平日もなんだよな。家で飲むときはオーツミルクのカフェラテを飲んでます。植物で水をやることかな。土日のどっちかはだいたい植物に水をあげてます。家の植物もだいぶ育ってきて、植え替えとかもしてるんですけど、また10月とか9月とかもうちょっと涼しくなったら植え替えしたいものがあるので、ちょっと楽しみだな。なんかどんどん大きくなってくれるのってすごい嬉しくて、こっちも張り切ってしまうっていう感じです。やばい、辛い。食べるの辛い。なんかこう思うと大食いの人ってほんとすごいなって思います。ちょっと味変しようと思って漬物を食べたんですけど、漬物を食べたらもうアイスがお腹に入らない感じになってしまったので、アイスは後日美味しくいただこうと思います。その方がアイスも嬉しいはずです。なので今日はこの後いただいた質問に答えていくっていう回になります。すいません。計画性がなかったのと、お腹に空き容量がありませんでした。じゃあ17個目の質問からいきたいと思います。最近のストレス発散法は？寝ることです。なんか ISFP の習性みたいなのを調べると、なんかよく寝るみたいに出てくるんですけど、本当にそうだと思ってて、最近は寝れば寝るほど幸福度が高いなと思っていて、幸せを感じてます。寝れば割と嫌なことも忘れるので、すごく便利な体だなと思います。
18個目の質問です。お気に入りのインテリアや家具は何ですか？とのことです。最近この家に来たばかりのこのテーブルが最近一番お気に入りですかね。やっぱりおニューっていうこともあって嬉しいっていうのもそうですし、今まで私仕事するテーブルでご飯も食べてたんですけど、こういうダイニングテーブルがあることで、結局ここで仕事もしてるんですけど、ご飯食べる時になんか彩りがこういう感じで出たりとかしていい感じだなと思ってます。あとはルージーっていうこちらソファーも座り心地が本当に良くて、寝落ちする確率がめちゃくちゃ高くなりました。本当に危険なソファーなので皆さん気をつけてください。19個目の質問。お気に入りのお香は何ですか？っていうことなので、ちょっとお気に入りのお香を持ってきたいと思います。少々お待ちください。お気に入りのお香はこのアポテー家のこちらの香りです。イデー限定の香りらしくて、なんか甘い爽やかな香りなんですけど、なんて言ったらいいんだろう。ちょっと炊いてみたいと思います。でこのお香立てはインスタの発信仲間のゲンさん、コンクリのゲンさんが作られたお香立てです。お香を逆さまにしてこうやってここの銀の部分に挟むとこんな感じ。すごくいい香りがします。じゃあ次、20個目の質問に行きます。メイクはどんな感じでしてますか？使ってるアイテムは何ですか？とのことです。メイクポーチ持ってこようかな。メイクポーチはこういう立てられるメイクポーチを使っていて、下地はエトボスとリリミューのトーンアップカラープライマー、緑のプライマー使ってます。エトボスの下地を全体にして緑の下地をちょっと赤みが気になるところに塗って、あんまり大事な予定じゃなければ仕事行く時とかはもうコスメデコルテのパウダーをしちゃいます。でそしたら眉毛は私アートメイクをしてるのでロム&の眉マスカラを塗って、リリミューのアイパレット、この結構だいぶ使ってるんですけど3番の色なんですけど、これを塗って、涙袋はアイムミミ、アイライナーはケイト、マスカラはヒロインメイクをして、チークにフィーのリップでもいけるチークを塗って、ハイライトにクレドポーボーテのハイライトもうすっごいないし、結構昔のなんですけどずっとこれ使ってて、これを塗って終わりって感じです。もう基本はこれがベースで、ちょっとちゃんとしたお出かけするときは下地の後に資生堂のファンデを塗るし、なんか洋服によってはこういうちょっと眉マスカラを紫っぽい
ピンク紫っぽいカラーにしたりとか、モーブ系の色味にするっていう感じです。はい。結構簡単にメイクしてます。21個目の質問に行きます。髪サラサラの秘訣&使ってるドライヤーは何ですか？髪サラサラな秘訣は、もう今、私髪の毛黒いんですけど、これ全部地毛で、パーマとかカラーとかをもうしてないんですね。それが多分、髪の毛がサラサラに見える一つの秘訣かもしれません。あとは、単純に、母親が結構直毛で、ツヤ髪、今も、年齢の割にはツヤっとした髪の毛なので、遺伝もあると思います。で、ドライヤーは、この、ヤーマンのドライヤーを使ってます。重さ軽いのに風量が爆風で、結構すぐ乾いてくれるので、すごく愛用してます。おすすめです、これ。22個目の質問に行きます。ISFP なのに部屋が綺麗な秘訣は何ですか？全然綺麗じゃありません。もうね、インスタで見せてるのは、本当に綺麗な、というか、片付けてる部分だけ。で、どうしてもインテリアの写真とか撮りたいけど、全体を写そうとすると、一生写真を撮ることができないので、端にあって寄せて、その部分だけ撮って、あって寄せて、こっちだけ撮るみたいな感じで、なんとかやってます。でも本当に、全部綺麗な時はルームツアーとかの動画を撮ることもできるんですけど、そうじゃないとルームツアーできないので、また早くちょっと部屋を綺麗にしたいなと思ってるので、部屋を綺麗にしたらルームツアー撮って載せます。よろしくお願いします。続いて23個目。新しい恋はどんな感じ？ 24 個目。のんちゃんは彼氏いる？ 25 個目。パートナーとの出会いはどんな感じ？いい出会いってどうやったらある？をまとめて答えたいと思います。まずですね。のんちゃんは彼氏いる？います。できました？結構前ですけど、できました。はい。パートナーとの出会いに関してなんですけど、これ初音さんとの、コラボ動画でもお話はちょっとしてるんですが、マッチングアプリで知り合いました。なので、いい出会いってどうやったらあるにも通ずるかもしれないんですけど、これは出会いの量を多分増やすしかないわけではないと思うけど、いろんな人に出会わないと、この人いい人だなとか、自分に合う人だなとか、そういう判別もつかないと思うから、付き合うかわかんないし、別にマッチングアプリで出会っても、付き合わなくてもちろんいいんだから、なんか気軽に会ってみるっていうことをして、なんかこういうことされたら自分って嫌なんだなとか、こういう価値観ある人いいんだなみたいなのをいろんな人に出会うことで吸収していくみたいなことをしたら、なんかいい出会いにもつながるんじゃないかなと私は思います。27個目。結婚前にマリッジブルーはあった？離婚しておいてなんなんですけど、結婚前にマリッジブルーはなかったですかね。で、何なんでしょうね、マリッジブルーの正体って。でも、それが何なのかわかんないんですけど、きっと、モヤモヤとか、不安の根本的な原因を取り除けない限りは結婚ってしない方がいいんじゃないかなと思ってて、なかなか難しいんですけどね。それを
一緒に解決しようとしてくれないパートナーとか、待ってくれないパートナーとは遅かれ早かれうまくいかない気もしていて、そこに寄り添ってくれて一緒に解決していってくれるような人であれば、大丈夫なんじゃないかなと思うから、リッチブルーがあってもその不安を取り除いてから先に進むべきなんじゃないかなと一回結婚して思いますはい。28個目、パートナーに言われて嬉しかった一言は。なんだろう、言われて嬉しかった一言か。なんか難しいな。私のパートナーは平日休みの方なんですね。私の誕生日が9月20日なので、今年土曜日なんですよ。で、土曜日ぐらいはお休み取ってくれるかなみたいな感じでなんとなく思ってたら、金土日って3連休取ったよって言ってくれてそれがすっごい嬉しかったです。ちょっと多分趣旨と違う、方向性と違うんですけど、最近言われて嬉しかったことでパッと思いつくのはそんな感じですかね。すっごい嬉しかったですはい。29個目の質問です。何をしてる時が一番幸せですか？何をしてる時が一番幸せでしょうね。幸せって感じではないんですけど、何かに没頭してる時間はすごい楽しくてあっという間に感じるなと思ってて、幸せだなみたいな瞬間って私あんまり多分ないんですよ。ほんと幸せっていう感情がそんなに多分ない人間で、すっごい落ち込むこともそんなにないし、気持ちが荒ぶることもそんなにないし、多分割とフラットで入れるタイプだからこそ、今がめっちゃ幸せみたいなのもなんかちょっとないいいんですけど、パートナーと一緒に平和にいる時間とかはすごい幸せに感じるし、パートナーと一日お互い休みがあって家でゆっくり過ごして、でちょっと夕方ぐらいに近所のスーパーに行って安くなっててお得ななんかご飯をお惣菜とか買って家でのんびりご飯食べてゴロゴロするみたいな、そういう日がすごい幸せに感じるかもしれないです。のんびりしたいかな。はい。じゃあ30個目、ラスト2個ですね。30個目の質問は、2030年までに叶えたいことは、あと5年後までに叶えたいことですね。これはもうちょっとさっきも出ちゃってるんですけど、家を買うことです。家をね、買いたい、欲しいです。で、中古マンション買ってリノベして自分の好きな空間作ってっていうのを早くやりたいなって思います。もし買うことになったらインスタでも報告しますし、 YouTube でも動画を載せていろいろ経過報告とかができたらいいなと思うので、その時はよろしくお願いします。ペコペコ。はい。じゃあ最後、もし誕生日を一人で過ごすなら何をする？誕生日を一人で過ごすなら何するかな。理想は朝起きてお花を買いに行きます。自分のために。で、花束作ってもらってそれを家に飾って、日中はゴロゴロダラダラ家で過ごし、夜はちょっといいご飯屋さんに行ってご飯を食べ、ちょっと離れてるんですけど好きなバーがあってそこに行っていいお酒を飲む
みたいなが理想なんですけど、多分ね、私一人だと本当家にいるのが好きすぎて外に出ないんで、お花買うはおそらく多分その誕生日の前までにネットでお花を買います。でその日中一日中ゴロゴロします。夜ご飯は食べるかな、多分食べるんだろうな。けど一人でちょっといいご飯屋さんには多分行かない。違う形でご飯を食べ、夜飲みに行くはするかもみたいな感じですかね。でも寂しがり屋でもあるんで、一人で誕生日を過ごすことがないように友達とかにお願いして一緒にご飯食べてもらうと思います。そんな感じだと思う。はい、以上ですはい、じゃあこんな感じで31個質問を答えることができました。31は31個食べることができませんでした。今日はちょっと夜ご飯を食べなくても良さそうです。お腹いっぱいじゃあ今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっとね、さっきからお香の煙がすごいんですけど、すいません、黙々で。じゃあ皆さん、この動画を見てくれた皆さん、私に誕生日プレゼントとして高評価ボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。